はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらのレンズについてお話をしていきたいと思います。パーギアの 25mmF1.7 マニュアルフォーカスのレンズとなっておりまして、こちらね、パーギア様からお声掛けいただきまして、使わせていただけることとなりましたので、作例も加えてですね、レビューをしていきたいなと思っております。でまずね、概要からお話しさせていただくんですけれども、焦点距離はですね、25mm となっておりまして、で、APS-C 用のレンズとなっております。なので、フルサイズ換算で約 38mm ら辺のですね、焦点距離となっております。はい。でね、F 値に関しては、開放の 1.7 から22まで絞ることができまして、絞り羽に関しては10枚構成となっております。筐体はですね、金属製でしっかりとしつつもですね、かなりサイズはコンパクトになっております。で、重量もですね、175g。かなりですね、軽いレンズになっております。で、対応しているマウントに関しては E マウント、で、Z マウント、X マウント、マイクロフォーサーズ、RF マウントとなっておりまして、今回はですね、自分の X マウント、富士フイルム用のマウントをですね、使わせていただいております。XS20 と組み合わせるとこんな感じになりまして、グリップとですね、ほぼほぼ長さは一緒かなと。ちょっと出っ張ってるぐらいですかね。なので、このコンパクトなカメラとですね、かなりマッチしているかなと思っております。で、絞りリングに関してはですね、ちょっとクリック感のある回し心地になっておりまして、カタカタカタという風に回ってくれます。フォーカスリングはですね、かなりスムーズに動いてくれまして、ここはですね、回し心地かなりいいですね。で、そしてもうですね、早速作例の方を見ていただきたいんですけれども、なんといってもこのレンズの特徴はですね、F1.7 の絞り開放で撮った時のですね、このフレア、特徴かなと思っております。ちょっと絞って F2.8 とかにすればですね、すぐこのフレアっていうのは消えるんですけども、開放時にはもう盛大にね、出てくれます。でね、やっぱり現光レンズって逆光耐性に優れておりまして、こういったフレアとかなるべく出ないように設計、コーティング等がされているんですけれども、このレンズはこのフレアをうまく使って、オールドレンズのような描写を楽しむことができるレンズになっているかと思います。個人的にはですね、こうした癖のある描写っていうのは結構好きでして、それこそゴーストやフレアをね、活かした写真っていうのを撮ってみたいなというふうに思って、オールドレンズとかもね、何本か購入しておりまして、やっぱり愛用ね、しております。ただ、オールドレンズってですね、どうしても現光マウント用に設計されているわけではないので、こういったマウントアダプターというのをかまさなきゃいけないんですよね。はい。本来のレンズはこんな感じでちっちゃいんですけど、このマウントアダプターがあることによってですね、ちょっと従来のレンズよりもですね、長くなってしまうんですよね。またこのマウントアダプターの購入費用っていうのもプラスアルファになっちゃいますので、その点、こちらのパーギアのですね、シリーズに関しては、現光レンズ用にちゃんと設計されておりますので、このまま対応するマウントに装着することができますので、マニュアルフォーカスのこのコンパクトなね、レンズ筐体っていうのを活かすそのまま活かして使用することができます。でまたですね、オールドレンズはですね、市場に出回ってるレンズの状態がね、やっぱまちまちなので、中にはやっぱりカビだったりとか、曇りが発生しているものがあったりとかします。そういったところで、やっぱ管理面のしづらさっていうところが、オールドレンズのですね、デメリットとしてあると思っております。その点こちらはですね、新品で購入できるレンズとなっておりますので、そういった状態の心配もしなくていいというところがあって、やっぱりね、手軽にかつオールドレンズのような写りを楽しむことができる、そんなレンズになっているかなと思います。でもちろんね、オールドレンズはオールドレンズのですね、その各特色だったりとか、良さっていうのがあるので、不便さの先にある魅力っていうのがたくさんあるんですけど、ただやっぱり手軽さっていうのも一つのね、メリットなんじゃないかなと思っておりますので、これはね、なかなかいい選択肢なんじゃないかなと思っております。で、値段もですね、なんと、定価が約8999円、9000円弱ですね。で、今見たら Amazon だとですね、8500円ぐらいで購入することができるので、カメラのレンズとしてはかなり安く手に入るレンズとなっております。なのでね、マニュアルフォーカスのレンズ試してみたいよっていう方にもおすすめできるレンズになってるんじゃないかなと思っております。こちらのレンズを使ってみての感想なんですが、
個人的にはですね、かなり気に入っております。で、この気に入ってる点、ね、良かった点っていうところをね、3つほどご紹介させていただきたいと思います。まず、1つ目がですね、やはり描写の面白さですね。原稿レンズではね、なかなか出せない絵になりますので、この開放で撮る絵っていうのはかなり楽しいかなと思っております。またですね、絞って撮った描写っていうのもなかなか良くてですね、F 値22まで絞ってですね、撮った写真っていうのが、見ていただければと思うんですけど、スローシャッターで撮ってみまして、それこそ面白い描写が出せますし、あと工房なんかもね、綺麗に出ていて、なかなかいい感じなんじゃないかなと思っております。それこそ周辺部のですね、甘い部分っていうのはどうしてもあるかなとは思うんですけれども、個人的にここまで綺麗に撮れていれば、全然十分なんじゃないかなと思っております。はい、ちなみにね、玉ボケはこんな感じの玉ボケになります。結構綺麗なね、玉ボケ出てくるかなと思っております。そして良かった点2つ目がですね、焦点距離ですね。換算 38mm あたりの画角になっているんですけれども、個人的にこのあたりのですね、35mm ぐらいから 40mm あたりのですね、焦点距離がなかなか使いやすいなと思っておりまして、スナップなんかにもいいと思っておりますし、程よく情報量を残しつつですね、広すぎない、そんな画角ちょっと中途半端で難しいっていう方も多くいらっしゃるんですけど、個人的には結構好きな、気に入っている焦点距離でございまして、もう 25mm、換算だから 38mm っていうところ、結構その辺がね、ドンピシャだったんですよね。これはね、なかなか持ち出してですね、パシャパシャ取る焦点距離としては、すごく使い勝手のいいね、距離かなと個人的には思っております。そして、良かった点3つ目がですね、最短撮影距離ですね。なんと、こちらのレンズはですね、最短撮影距離が20センチとなっておりまして、かなりね、寄れるレンズとなっております。オールドレンズとかだとですね、それこそ45センチぐらいからとか、30センチぐらいまで離れなきゃいけないとかっていうですね、そんなレンズもあったりしますので、そういった点でですね、寄れるっていう点ではかなり使いやすさ違うかなと思っております。で、F 値もですね、1.7 と明るくなっておりますので、寄って撮った写真は結構ボケてくれるんですよね。なのでボケも綺麗になるので、印象的な写真が撮りやすいのかなと思っております。オールドレンズにはない性能かと思うので、使い勝手がいい中でオールドレンズみたいな描写もできるっていうちょっといいとこ取りのですね、レンズになってるかなと思っております。ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、パーギア 25mm F1.7 のレンズについてお話をさせていただきました。安価に購入できるレンズなのにですね、本当いろんな楽しみ方ができて、特にこの富士フイルムのフィルムシミュレーションとの相性もなかなかいいので、ぜひですね、レンズラインナップに追加いただくことを検討いただければなと思います。はい、こちらのチャンネルではこういった撮影機材の話でしたりとか、デスク周りのガジェットについてお話しさせていただくチャンネルでございます。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひいただけると嬉しいです。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。